고양이가 좋아하는 랜덤 게임 스타트. こういう動画、インスタや TikTok、YouTube などで流れるのを目にしたことはあるだろう。ブルーノ・マースとロゼが歌うこの曲、アーパトは4週間も音楽チャートで首位だったが、そんな成果を成し遂げた女性歌手は一体誰なのだろうか。ロゼとその出身グループ、ブラックピンクは BTS や TWICE とともに韓国のソフトパワーにおける K-POP の重要性を示していると言ってもいいだろう。ソフトパワーとは国の影響力、また文化、音楽、スポーツなどを通じて他国に強制せずに同意してもらえる力、ソフトに味方につける力などを表していて、軍事力や強制外交を意味するハードパワーと対になっているのだ。それを踏まえて K-POP はどのようにして韓国の政治的な武器に成り立ったのだろうか。韓国のソフトパワーはどのようにできたのだろうか。そしてなぜ大人気を達成した K-POP とは反対に J-POP は世界で衰退のままなのだろうか。少し前にニューヨークタイムズの記者が韓国ドラマイカゲームがアメリカのストリーミングサービスネットフリックスでの最大視聴数を誇り世界的人気を得たことに驚いていたが、それどころかドナルド・トランプ大統領はすでに商業の面で奴らに殺されているくせに今度は怖い映画でオスカー賞を受賞かと発言した。このように韓国の文化的な影響力が顕著に拡大し世界規模になっているのか。その裏にあるのはいわゆるカルチュラルパッケージである。馴染みのない響きの言葉だが、要するに文化製品一つ一つがつながっていることで、例えば韓国ドラマ一つを好きになったとして次にその音源にも興味が湧いて韓国料理や K-POP などにもハマっていく現象を言う。またその韓流が世界に広まったのも韓国政府による文化産業への積極的な支援があったからだろう。そして国の協力のおかげで長期間の影響力を図る政策ができたのだ。またこのドラマや音楽、映画などを世界的な影響力と経済の成長の源にすることを美学的資本主義と呼ぶ。そんな韓国エンタメはどのようにして世界中で好かれるようになったのだろうか。そして欧米にとって何の文化的な親しみもない K-POP はどのようにしてこんな大人気を勝ち得たのだろうか。 K-POP は様々な文化製品を組み合わせ並ばせた巨大な複合商業機のようなものである。こうして歌手、ダンサー、また作曲家といった多面的な活動をしているのがアイドルというものである。またそんな多彩な人材が難易度の高いダンスや最新技術を使った背景、こだわりのある衣装を身につけることで最高のパフォーマンスをファンたちに送る。それだけでなく、そんなファンたちと SNS を利用することで直接交流することも簡単にできてしまう。アメリカのダークナイトやジョーカーなどの割と暗い世界観と異なって K-POP は多様性など若者に受けられやすいポジティブな価値観を持つのもその特徴の一つである。 K-POP は曲の歌詞やアイドルの発言なので No matter who you are, where you're from, your skin color, your gender identity, just speak yourself. と社会的身分や人種偏見を破ろうとしている。つまり K-POP が売ろうとしているのは音楽だけでなく平和や希望を歌う夢でもある。韓国文化の世界進出の例を一つ挙げるなら
やはり他ならぬ BTS が真っ先に思い浮かぶだろう。ヒュンダイインスティチュートによると、年に36億ドルも発生するほどの有名グループだが、2022年6月14日に活動中止が報告されて、14.7 億ドルの損失額も及ぼし、まさに国家的な衝撃だったのだ。ただし、衝撃的なのはそれだけでなく、そこからわかる K-POP の舞台裏でもある。BTS メンバーも過労やアイドルの苦しい労働条件について語ったことがあり、非常に厳しい練習や多忙なスケジュールに加えて、極めて少ないプライベートの時間などはとっくに明かされている。なのに、有名なアーティストも未だに法律に認められていない、とっても不利な状況にある。アイドルたちは基本的人権も憲法によって保障されず、例外処理されることが多く、法に守られている一人の人物より商品扱いされる始末。また、アイドル活動が兵役義務に左右されることも多い。実際に韓国は1950年より絶えず北朝鮮と戦争中であるため、原則として18から30歳の男性が18から24ヶ月の兵役を履行することになっている。最初に入隊したジンも BTS のオリンピック選手とは違って免除を与えられなかったが、メダル受賞者とも比べられるほどの成果を上げたのに、なぜ同じような例外扱いされないのかとの声も上げられた。たった70年間で新興国から経済的かつ文化的な巨大な影響力を持つ先進国にまで発展した韓国。それを達成できるのは国の工業的、経済的な業績に限らず、世界の他の地域と結んだ深い関係にもつながっている。中で歴史的な協力相手のアメリカ合衆国はもちろん、中東の国々ともつながりを築いてきた。では、韓国は一体どうして文化的かつ一致的な境界を乗り越えて、欧米にもムスリン世界にも好かれているのだろうか。実際に2019年に BTS がサウディアラビアの皇太子に招待され、王国でパフォーマンスを行ったこともある。またその際に大胆すぎると思えるダンスのところどころや、伝統的な宗教服に似た衣装などに神に対して不敬だと捉えないように工夫をいくつか重ねて舞台に立った。こうして適用できたのも異文化とはいえ、韓国と中東双方の価値観には通じるものも多いからだろう。例えば、韓国ドラマで見られるように性的な内容が表示されなかったり、尊敬の表現が使われたり、ヒョン、ヌナ、祖父母に対する呼び方、極端な貧富の差が示されたりなど、中東に似たところはいくつもある。そして近年ではイスラム教の政府のいくつかが下品、個人主義的、国家主義的など思われるアメリカによる影響を抑えようと、韓国が届ける需要的な価値観を取り入れている。また、韓国ドラマを普及させるために、韓国は様々な外国のテレビチャンネルに放映権を買って、視聴率の高い時間帯に放送させている。しかし、いくら韓国のソフトパワーが世界中で広まったとはいえ、それでもブランドファイナンスによる2025年の各国ソフトパワーランキングでも4位を取り、12位の韓国を上回るのが日本。実際に日本独特のファッション、ライフスタイル、また漫画やアニメは確かに統制を問わず人気である。だが、そんなソフトパワーの強い日本でも J-POP のことになると、とても K-POP や韓国ドラマのように世界的な影響の規模に到達できそうにないことは確かである。例えば、だいたい1回は誰でも聞いたことのある BTS やブラックピンクの曲に対して、日本で大人気の旧ジャニーズグループは海外で少数派のファンを除いて認知度が高くない。同じ欧米で、しかも韓国のソフトパワー全般を上回る日本なのに、一体どうしてポップの面では韓国に勝らないのだろうか。まず、K-POP の曲を見てみると、近年では洋楽と区別がつかないほど英単語に満ちた歌詞や
欧米人に馴染みのあるリズムなどが海外で好感を持たれやすいのだろう。それに対して J-POP は主に日本人に好かれるような特徴をしていて、国外での人気が出にくいのだろう。また K-POP の人気グループが海外メディアでも活躍することが通常になっているのと比べて、海外の会場でコンサートを開くことや海外の番組に出ることも少ない J-POP。要するに日本事務所は政府に経済的に支援されている韓国事務所とは違って海外進出戦略をなかなか実行していない。例えばミュージックビデオや曲は CD 販売数を高くするために YouTube などの無料投稿サービスで見つかりにくい韓国は K-POP など自国のポップカルチャーを世界に知ってもらうことが国の経済の成長に深くつながっていて、海外に進出することが必要とされているのに対して GDP ランキング世界4位の日本は国内市場だけでも十分とされたからであろう。このように韓国の世界的な影響力の多くはそのソフトパワーという K-POP の普及、文化、経済政策または外交政策から成り立っている力のおかげである。しかしその重大な成果の裏にはアーティストたちに強いられている厳しい労働条件も隠されている。一方で日本の漫画業界は盛んなのに J-POP は言語の壁、曲調の独特さや K-POP の競争力などのせいでなかなか世界進出しないままである。それを踏まえて一つの文化がなぜ国境を越えて普遍的になれるのか、なぜ広がらずに自国を出ないままなのか、ますますそのような疑問が生じる。